My first ever eyeshadow palette. 今日はリサ・エルドリッチさんから出たアイシャドウパレットについてレビューしていきたいと思います。最初にリサさんについて、そしてブランドについて、こちらのアイシャドウパレットについて、色味の紹介はもちろんのこと、比較やルックも皆さんにご紹介したいと思います。ということで早速こちらのリサさんについてお話ししていきます。この方はニュージーランドで生まれ育ちました。そして6歳の頃からコスメに興味を持つんです。きっかけはリサさんのお母様のメイクアップボックスというものがおばあちゃんの家でねちょうど見つけたみたいで、その箱の中には1960年代のヴィンテージのコスメが入っていたりしたんですね。それをきっかけに彼女はすごくね魅了されて、13歳の誕生日プレゼントに演劇メイクの本をプレゼントされるんです。その時にメイクアップアーティストになるとね決めて現在に至っています。この方は20年以上ねプロで活躍をしてきていて、2003年から2013年までブーツのクリエイティブディレクターを務め、ブランドの開発や再設計、そして再立ち上げなども担当していました。そして2011年にはシャネルのサイト用のビデオ作成に携わったり、現在ではランコムのグローバルクリエイティブディレクターの方なんです。そんなリサさんですが、セレブのメイクはもちろんのこと、防具の表紙やファッションショーの舞台メイクなどに様々に手掛けていて、そうしているうちにコスメ制作に本当に魅了されていくんです。そして包括的なコスメのね科学知識などを持ったところで自分のブランドをスタートさせます。そちらが2019年に創設されたリサ・エルドリッチビューティーになります。そしてブランドを創設してから一番最初に出た商品がリップスティックだったんですね。で、彼女はベルベットからできたリップスティックっていうのを使って誰かの顔にメイクするのが夢だったと言っています。なので最初の商品はリップスティックになったんですが、今回発売されたアイシャドウは First ever, can't quite believe that, eyeshadow palettes. リサさんから出る初めてのアイシャドウなんです。このリサさんは2015年にフェイスペイントというねこちらの本を出版しています。で、この本はメイクのやり方とかではなくて、彼女がすごくね本当に好きなコスメのヴィンテージとかね、そういったコスメの歴史について書かれているような本になるんです。なのでこうしたコスメの歴史についてもかなり深い知識を持ったリサさんが作るアイシャドウパレットはどんなものなのか、これから見ていきたいと思います。5種類あります。そして私はこちらの2種類を購入しました。で、今回こちらに入っている質感なんですが6つあります。最初の質感がシームレスマットで、これはマットの質感なんですが本当に綺麗にブレンドができて、さらにブレンドがしやすくなるように細かいパールがね入っているような質感になるんです。次はベルベットマット。このねマットが作られたのはリサさんはベースにねクリームで仕込んだりすることもあるようなので、そういった使い方ができるようにとにかくまぶたの上でスムーズ、そしてクリームのような滑らかさ、そういったものをね追求して作られたものになっています。そしてメタリック、もう指でのせたら本当にフルカバレッジな見え方だし、ブラシでつけてもねすごくもっと軽いような見え方になって輝かしいきらめきもね見えてくれます。で、次はラスターといってパール感の仕上がりのもので、次にルミナスといってミディアムぐらいの色の出方、もう指でつけたら本当に濡れたような仕上がりになる、そういった質感ですね。で、最後にトップコートで、こちらにはベースに色素は入っていないので透明な輝きのあるようなトップコートになっています。ただこの6つの質感はそれぞれのパレットにね1個ずつ入っているのではなくて、パレットによって入っている質感が異なります。ではそれぞれのパレットにどんな質感とどんな色味が入っているのか、これから見ていきたいと思います。こちらはソーサリーのパレット。 This one is really inspired by the myths, the tales and the legends of the medieval period. When you think of it, think of the Middle Ages, it's magicians, it's magic, alchemy, fairs, festivals, all of those things. And just looking at some of the costumes that they wore and the colours, I really felt it was about taking alchemy to artistry. So this palette has all the drama of the peacock's tail. It really is pure pigment alchemy. こちらのパレットはおそらく私のようにキラキラしたものとか質感が好きな方はすごくときめいたんじゃないかなと思いますが、実際にはシームレスマットといってマットの質感が1色、ルミナスの質感が1色、残り4色はメタリックの質感になっています。そしてルミナスとメタリック1色がそれぞれデュオクロームになっています。こ
ちらが室内の自然光で見るメタリックの4色になっています。で、同じメタリックなんですけど、微妙にみんな少しね質感が違う印象がこの指のスウォッチの段階だと感じられますね。例えばこの一番右側のブルーはもう少しサテン感が入っているようなメタリックな感じがするし、真ん中の2つの方が質感があるような印象も受けますが、また使ったりしてみるとね違うと思うので、それはまた後ほどアップデートしたいと思います。黄色の光の下で見るメタリックの4色はこういった見え方になります。そして蛍光灯の光の下で見るとね、こういった形で見えて、このブルーにね細かなこのきらめきが見えますね。やっぱりこの光の下でいろいろ見てみると見え方も少しずつ違って結構面白いですよね。I mean, you can apply this with fingers. I'm actually going to show you with fingers because it's so creamy how it goes on when you use fingers. Look at that. Ah, heaven. こちらがデュオクロームになります。これはね、第一印象としてはパッドマックグラスのデュオクロームとビジアートの透明感のあるデュオクロームを混ぜたような、そんな印象を受けてます。すっごく綺麗なので使うのが楽しみですね。そして黄色の光の下で見るデュオクローム、そして白の蛍光灯の下で見るデュオクローム、外の光で見るデュオクロームになります。そしてマットが一色、こちらはブラックに近いような深緑になってますね。すごく伸びも良くて使いやすい印象を受けました。室内の自然光です。そして黄色の光の下で見るとね、こういった形、この同じマットなんだけどほんのりとツヤ感がありますよね。そしてこちらが白の蛍光灯の下で見るマットの見え方になります。そしてこちらが外の光で見る見え方です。改めて全色を並べると、これら6色がソーサリーパレットに入っている色味になります。黄色の光の見え方、蛍光灯の下での見え方、最後に外の光、直射日光での見え方になっています。次はこちらのミスというパレット。 This one is partially inspired by my Myth lip colour, but also I'm particularly fascinated with this idea that a new colour came into the public consciousness. Can you imagine that now? Like suddenly a new colour is invented and we're all wearing it in our clothes and in our makeup. I mean, no, you can't imagine it because it probably never ever happen again. But that's exactly what happened in the 1850s when a dye was discovered, a purple dye, and suddenly this went everywhere. It was in clothes, it was in housing, in soft furnishing. I wanted to really research that history and pick up all of those key colours to make what I think is a really inspiring group of colours. こちらが自然光で見るパレットの見え方になります。このパレットの中には4つのベルベットの質感、そしてメタリックが1色、最後にトップコートが1色、合計3つの質感になっています。黄色の光での色の見え方、白の蛍光灯の下での色味の見え方、こっちがベルベットの質感になっています。これはマットですね。その次がトップコートの質感、とっても淡いですね。淡くて少しデュオクロームになってますね。ピンクと黄色が見えますが、そして右側がメタリックの質感です。これが自然光です。そして黄色の光で見るとこういった形、左側4つがベルベット、次がトップコートで右側がメタリックになります。こちらが白の光になります。こうして見るとトップコートのこの淡さっていうのがとてもよくわかりますね。メタリックの中にも少しきらめきがあるのもこちらの光だとよくわかりますね。こういった透け感のあるトップコートとか、そして滑らかなベルベットのマット、以上の6色になっています。そして残り3つのパレットについても詳細を知りたいといった方のために、私の方でリサさんの YouTube 動画から抜粋させていただいて、ちょっとね短めにまとめて日本語訳をつけたので、これから紹介していきたいと思います。Cinnabar. And my inspiration behind this colour story was very much the same as my inspiration behind my Cinnabar Velvet lipstick, and that is those ancient natural pigments that come from the earth. And these are the pigments that were used for the first forms of makeup, of pottery, and of art. Shade Raw Sienna. So this is the lighter shade in the palette, which is a light caramel. They don't require
much blending at all. This is a velvet texture. I love this texture, and it's so smoothing. It's a really nice one as well just to use with fingers. They're almost like eye paints because it has that really creamy feel. I'm going to go in with the deeper shade, which is Fired Earth. This again is a seamless matte, and really if I was just doing a day look, I'd be totally happy with kind of where I am. This is a top coat, so it's actually completely transparent, doesn't have any pigment in the base, and it's just a sprinkling of light gold sparkles. The Bronzite, which is one of the metallics, and just show you how strong some of the metallics can be, particularly if you use fingers for them. Really full pigment, and these are really smooth metallics. I'm actually going to use Lost Summer now. Pinky coppery vibe, I don't know if you can see that. Love this colour. And I'm actually using all 6 shades. Is Muse. So these shades really are harmonious assemblage of romantic, vintage rosy hues that can be blended together for a monochromatic look of rosy simplicity, or you can build it up for an intense sublime blush. Tea Room, and this is the lighter shade in the palette. It is a velvet, so either fingers or brush. This shade, which is Cherubim, and this is also a velvet texture. So yeah, I would just wear those 2 alone for a day look. Vintage Mulberry, and this is more of a deep plummy brown shade. It just gives more of a kind of definition, defined eye. Tomorrow's Party, and this is a true metallic, so this is a really nice burnished warm rose, and then you've got the luminous texture, which gives you more of that glossy lid look, and this is a beautiful rose gold. This one's called Love in Venice, and then this one called Taffeta Fan is more of a delicate pearly champagne, because I love this color, almost as like not a liner, but like adding that pearlized glow along the lash line. So it kind of frames your lashes really beautifully. And it just gives that little bit more dimension. And Tomorrow's Party, and this is a metallic. Yeah, they work so well with fingers. More Taffeta Fan just at the inner corner, pearly glow. So that is a more built up look using the Muse palette, and that's all 6 shades in the palette. So the final palette in this collection is called Vega, and for this one I was inspired by graphic optical art and illusionism, and really by the infinite nature of the galaxy. This palette really is about those cool and neutral tones. It has 4 matte textures, 3 seamless mattes and 1 velvet. French grey, cool stone shade. I'm going to apply it with fingers. I'm going to use Turbulence, which is the brown shade, and these are both seamless mattes. And then next I'm going to use the shade Lamp Black, which is just a black. So this is really good if you just want to create more of a smoky eyeliner type thing. Or you can use it to, if you're wearing actual eyeliner, then you can use this to kind of smoke out your eyeliner more. 皆さんはどのパレットがお好きですか？今ね、かなり人気で売り切れてしまっているものも多いんですが、また入荷されると思うので、そんな時のために欲しい方はね、ちょっと準備をしておいていただければなと思うんですが、このパレットはね、ゴールドのパッケージになっていて、そして艶消ししてるようなマットなんだけどもね、適度な艶があってね、とっても品があるパレットなんですね。で、私はもうちょっと大きいのかなと思ったんですけど、届いてみたらね、あ、結構手のひらサイズでちっちゃいんだなっていうことが分かりました。中を開けてみると、こういった形で鏡と6色の色味が入っています。そして裏を見てみると穴が開いていて、ここからね、爪楊枝とかでシャドウがね、取り外しできるようになります。で、こういったね、カスタマイズできるタイプだと、すごく好きな色があったとして、1色だけ終わっちゃった時にパレット全部を買い直さなくても、レフィルをね、買って補充することができるので、私はすごく好きです。で、私はレフィルで1色ね、ちょっと購入したのがあって、ブラックのマットになります。こういった形で紙のケースに入って届きます。裏面に色の名前と質感、これはシームレスマットですね。そして中を開けてみるとシングルシャドウが1つね、入っている形になります。ちょっとね、黒の色味も皆さんに紹介したいと思います。今私が持っているブラックのね、結構サラッとしたタイプのマット、全部並べてみました。一番左からリサ・エルドリッチ、ナターシャ・ディノーナ、スコット・バーンズ、ビジアート、パット・マクグラス、ウェンゴスといった形で6種類あるんですけど、これらをブレンディングブラシでブレンドした場合ですね、
こういった形になります。みんなね同じぐらいの量で同じぐらいのブレンディングでいるんですが、私がよくカラーのマットですごく好きなベジアートっていうのはブラックでも見てわかるように淡く綺麗にじわーっと広がってくれるんですよね。それがとっても好きでね、ベールをかけるような付け方ができるので、重ねれば重ねるほどベジアートは色がしっかり出てくれるのでブラックもねもっと濃くなります。ブラックって言っても人によってラインをぼかしてあげたりとかラインを引くっていった使い方をする方もいらっしゃるし、私みたいにルックの深みを出すために上からねブレンディングブラシでふわっとかけてあげてちょっと色の深みを出すっていったやり方もあると思うんです。なのでどんなやり方をするかで同じクオリティのものでも良いと感じるかまあまあかなって感じるかっていうのは変わってくると思うんですが、で私はブラックは上から重ねて深みを出すような使い方をすることが多いんですね。こういった使い方をするときにリサさんのものを使うとちょっと時間がかかって濃くしたいっていう部分にもいまいち濃さが出ない。でルックを作ってね実際に使った時にはちょっとブレンディングブラシだと物足りないなと思ったので平ブラシに持ち替えてしっかりと色をつけてからブレンディングしようとしたんですが、それでもブレンディングにかける時間の割にはあまりね私が求める綺麗さではなかったんですね。で他のね私が好きなスコット・バーンズとかビジアートとかウェインさんとかもそうなんですけど、すごくこの綺麗にじんわりとブレンドしてくれて淡くした時に本当に綺麗さが変わってくるんですね。それがブラックを上から重ねて使う場合の感想なんですが、リサさんはブラックは結構ライナーを使ったりとかぼかしたりとかするのに本当にいいとおっしゃってましたよね。でその使い方をした時なんですが、あえてみんな同じブラシで綺麗に拭いてやったんですが、リサさんの出方が一番しっとりとしてすごく綺麗なんですね。なので例えば私がこのブラックはラインを引いたりぼかしたりするっていう時はリサさんのが一番好きだったりします。ただ上からふんわりとブラックをねかけてあげるっていった時はリサさんのは使わないかなといった印象がありました。それがね今回私は気になって買ったブラックに対するちょっとフィードバックでございます。で他の色味もちょっといろいろとね比較していきたいと思います。そしてこのブルーなんですが、マザーシップパレット1に入っているブルーと少し見え方が似てる印象があったので今からお見せしますね。左側がパッドマックグラス、右側がリサの方になります。同じねサテン系の質感なんですけど、パッドマックグラスの方がずっとねサラッとしています。そして右側のリサの方がもっとねしっとりとした感じなんですが、つけてみると結構ねサテン感の見え方っていうのは似たような印象はありますが、質感はね全然違いますね。黄色の光で見るとよくね輝きがわかるかなと思います。そして右上のこのゴールドがメタリックとはあるんだけども、ブラックとゴールドのデュオクロームみたいな見え方をするので、そういったものはパッドマックグラスのマザーシップパレット3、ここにもねブラックとゴールドのデュオクロームの見え方がするものと、ナターシャ・ディノーダの28色パレット、この中に入っているこの色味っていうのもブラックとゴールドなのでちょっと比較をお見せします。左がリサ、真ん中がパッドで右側がナターシャになってます。でこうして見ると左側のリサと右側のナターシャの方がこの黄色というかどっちかというとグリーン系の黄色ですよね。パッドマックグラスの方がもっとイエローとブラックの組み合わせといった感じですね。それぞれみんな黒の動きがあるようなものになってます。そして黄色の光で見るとこのように見えますが、ナターシャの見え方が一番滑らかですね。そして左下のデュオクロームですね。これはマザーシップパレット10に入っている特別シェード。そしてビジアートのグランデプロ2、全て質感のあるパレットがね以前販売していたんですが、ここの列が全部デュオクロームになっていて、そこに入っているこれですね。でケビン・オークインですね。でこれはハイライトなんだけども、ちょっとねこの右側のこの色味のねデュオクロームが似ているので全部並べてお見せしたいと思います。一番左がリサ・エルドリッジ、そしてパッドマックグラス、ビジアート、最後にケビン・オークインになります。みんな似たような印象を持ってたんですが、リサさんの方がだんだん赤みがないですね。黄色の光の下で見るとこういった形ですね。一番右のケビン・オークインのものハイライトなんですけど、アイシャドウでも全然使えるようなすごい綺麗な輝きだったりします。この黄色の光の見え方だとパッドマックグラスのマザーシップパレット5に入っているものが似てると思うので、この左側にちょっと乗せてみます。左側に乗せてみました。改めてね黄色の光で見てみるとパッドマックグラスの方がもっとこっちはゴールドっぽいですね。このリサさんのデュオクローム具合は私はすごくニュートラルな感じで好きだったりします。実際にこのパレットで私はどんなルックを作るかということで簡単にねルックの紹介をしていきたいと思います。ルック1、こちらは下の3色を使って作ったルックになります。
最初に一番右側のブルーの色味、これをまぶたのクリースの部分、そして外側にのせていきます。目頭にはシルバーの色味をのせて、真ん中にこちらのデュオクロームをのせればルックの完成になります。ルック2、今度は上の3色のみでやってみたいと思います。まぶた全体に左側のシームレスマット、こちらの深緑の色を広げます。そして目頭にはゴールドとブラックのデュオクローム、中央にグリーンをのせればルックの完成です。そしてこちらのパレット、まず1番の色でトランジションシェードを薄くねほんのりとブレンドしていきます。そして内側には2番の色、外側には3番の色、そして2色の境目の部分には4番のトップコートをのせます。際にさらに深みを出すために1番でもう一度色味を足します。最後に下まぶたは2番の色味で完成です。こちらは1番の色味でアイホール全体にのせていきます。そして境目となる部分、クリースの部分を2番の色味で柔らかくブレンドしていきます。3番の色味で目頭から真ん中ぐらいまでのせます。そして外側には1番の色味で深みを出します。下まぶたは4番の色味です。私の感想を皆さんに共有したいと思います。皆さんは今のところ印象はどうですか？このリサさんはプロのメイクアップアーティストとしてはかなり早い時期に YouTube に参入をして、ブランド創設の前からね、もう2010年から動画を配信して直接プロのメイクアップの知識などを配信されています。私のイメージなんですが、リサさんの YouTube チャンネルで見るメイクとかってとても現実的でみんなが学びやすいようなメイクだと思います。もうチャンネルによってはね、結構しっかりとした濃いメイクもあったりするんですが、リサさんの透明感があって本当にこの日常メイクでもすごく綺麗に映える、そういった印象を持っています。一旦ここで2色のパレットの感想をね、ちょっとまとめてお話ししていくと、まず左側のソーサリーのパレット、これは左下のルミナスのデュオクロームの色味がね、本当に綺麗ですごく気に入っています。そしてこちらに入っているシームレスマットの深緑の色味ね、これもとても使いやすかったのと、あとはメタリック、そして4つのメタリックもみんなね、それぞれと違った出方をしてくれて、キラキラ好きの私でも満足できたパレットでした。そして右側のミスのパレット、とにかくこれは私は色の組み合わせが気に入っています。そしてここに入っているマット4色においては全てちょっとクリームと中間ぐらいのベルベットの質感になっているので、指付けに本当に最適で、私がいろいろ使った中で指付けで一番これが綺麗にいくんじゃないかなといったような印象もあったりします。そしてこれらのマットは下まぶたにペンシルブラシとかで乗せてあげると本当に潤いがあるような形で綺麗で、私は気に入りましたね。やっぱり年齢を重ねてくると下まぶたのところにね、アイシャドウ、特にマットとかを塗ったりするときに小じわが気になったりとかすることもあると思うので、この質感はね、すごくそういったものを補ってくれるような気がします。メタリックも適度な感じで、トップコートに関しては私は個人的にはちょっと物足りなかったかなといった印象で、ナチュラルメイクにはいいと思うんですが、指でねつけてあげないとあんまりこうしっかりとしたきらめきっていうのは出ない印象もありました。で、しっかりとした輝きを出したいときは指で何度も重ねていくような形になるので、もっと1回でねしっかりときらめきを出したいといった方は物足りなさを感じる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、ナチュラルメイクが好きな方にはとってもいいと思います。あとね、パレットについてなんですけど、私は結構ゴールドのツヤがあるキラキラが好きなんですけど、これはこれで洗練されていてマットのツヤ感っていうのも綺麗だなってすごく感じました。で、今の段階2023年の1月現在においてはこのパレットのみの空のパレットっていうのは販売していなくてレフィルのみなんですね。なのでパレットを購入しないとレフィルを買っても入れるねケースがないので、ただそういった声が結構上がってると思うので、もしかしたらね今後このパレットだけっていうのも販売してくれるかなと思っています。ちなみになんですけど、ナターシャのミディアムサイズのパレット、このサイズナターシャの方が横がねちょっと短いんだけども縦の幅が同じぐらいだったので、ナターシャのミディアムサイズのシャドウも入ることも一応皆さんに共有はしておきますね。最後にちょっとおまけで私の近況をねアップデートしようかなと思うんですが、コスメだけのレビューでいいといった方はまた次回の動画でお会いしましょう。そして今もまだ見てくださってるそこのあなた、ありがとうございます。もうこのバッ
クで取れたのはいつぐらいだっていう、1年ぶりぐらいですよね、きっとね。マザーシップとかそれ以外はアワーグラスとかもうみんなほとんど私はこう倉庫に預けていたので、もうコスメをね久々に開けて本当嬉しくて感動しました。皆さん今年はうさぎ年ですよ。いいじゃん。我が家にも2匹うさぎがいて、一緒にアメリカに頑張ってきてくれました。結構バックグラウンドが似てるからね、あんまり日本の時と動画がちょっと印象変わんないかもしれないんですけど、しっかりとアメリカにおります。これからもねどうぞよろしくお願いします。ということでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。